皆さんこんにちは。ブラジルへ嫁いだ日本人専業主婦です。今回はブラジルの医療事情をご紹介します。皆さんブラジルの病院って聞くとどんなイメージでしょうか？設備とか衛生面は大丈夫？費用はどのぐらいかかるの？など私もいろいろ不安を抱えていました。今回実際に病院を訪問して日本と違って驚いたこと、病院の雰囲気や実際にかかる費用など私が見たそのままの情報をお伝えしていきます。ブラジルライフ。ブラジルの医療は大きく分けて無料の公立病院と有料の私立病院の2つがあります。今映っているのは無料の公立病院の方で、この医療制度は SAS と呼ばれてて、全国民に無料で医療を提供する制度です。診察、検査、手術、入院、また出産や歯科治療、薬の一部までも全て無料で受けられます。しかもブラジル国民や在住者だけではなく、観光客でもパスポートがあれば医療を無料で受けられます。そう聞くとめっちゃ最高じゃんと思うのですが、この制度にはデメリットもあって、無料なので利用者が多く、病院や診療所はいつも混雑しています。専門医の診察とか手術は数ヶ月待ちになることもあるそうです。また施設によってもクオリティに差があったり、大都市の病院は整備が整っているけど、地方の病院はお医者さんや薬が不足しているところもあるそうです。とは言っても、毎日仕事も何もしていない移民の私がブラジルで無料で医療を受けられるのは本当に感謝しかないですね。ちなみに私は病院がすごく苦手で、注射をされたり痛いことされるのも嫌だし、何か深刻な病気とか告知されても怖いなと思って、今まで極力病院に行くのを避けてました。でもブラジルに来てからたまたま血液検査をする機会があって、お医者さんからいくつか予防接種を受けといた方がいいねと言われました。日本に住んでたら多分あんまり気にしないと思うんですが、未だに慣れない南米にいるので、極力いろんなものに感染するリスクは避けときたいなと思って、今日は緊張しながら病院へ来ました。予防接種などの簡単な医療は地域の公立のクリニック的なところで受けるそうで、今回初めて利用しました。入ってみると少し薄暗く殺伐としていて、ちょっと不安になりましたが、受付の人も話しやすく、担当してくれたお医者さんも気さくなおばちゃんって感じの人で少し安心しました。私はポルトガル語が話せないので、夫が全て通訳してくれます。本当に毎回お世話になります。ブラジルでは病院でも英語はほとんど通じません。なので旅行の際は最低限のポルトガル語は身につけておいた方が良さそうです。予防接種の説明を表を使って丁寧にしてくれました。間違ったものを接種しないように、事前に種類や使用期限などをしっかり確認させてくれます。大人になった今でも注射は大の苦手で、この時緊張マックスでした。2個目の注射が特に痛かったです。私の前にいた小さい女の子も同じ予防接種を受けてたらしいんですが、やん泣きしていました。私も泣きたかったです。病院に来たら身の上話になることが多くて、まだブラジルに来て間もないことをお医者さんに伝えるととても歓迎してくれました。どうやら英語を話せるお医者さんが一人いるそうで、困った時はいつでもおいでと言ってくれました。ブラジルはお医者さんがそんなに気取ってないというか、いい意味で患者さんとの距離が近いように感じます。この間別の病院でお世話になったお医者さんも、今度家族で日本旅行に行くらしくて、話してる間に連絡先を交換することになりました。日本だったら医者と患者とか店員と客の間って
こう線引きみたいな感じでする文化があると思うんですけど、ブラジルはあんまりそういうのがない気がします。Muito obrigado pelo excelente atendimento. どうやら今デング熱が流行しているそうです。アマゾンとかの地域だけじゃなくてサンパウロとか都会の方でも増えているそうです。ちなみにデング熱のワクチンは日本製らしいです。でも今蚊よりも私を悩ませているのがボハシュドっていう虫で、日本でいうと多分ブヨみたいな虫なんですけど、刺されるとパンパンに腫れちゃう虫で、この前園芸店みたいなところに行った時に刺されてしまって、次の日腕が曲げられないぐらいパンパンに腫れちゃいました。この虫に噛まれてこんなに腫れる人見たことがないよって旦那に言われて、この国で生きていく自信をなくしました。公園に行く時とかは虫除けしてたんですけど、普段からつけないといけないのかと思って、なんか紫外線も強いし日焼け止めも塗らないといけないし、もうなんかやることいろいろ多いなと思ってめんどくさっと思ってしまったお話でした。ブラジルライフ。さて、さっき紹介したのは無料の公立病院ですが、一方の有料の私立の方もご紹介します。無料の公立病院の一番のデメリットはやっぱり待ち時間が長いっていうところだそうで、私が受けた予防接種みたいな簡単な施術だと15分ぐらいしか待たなかったのですが、もっと大きな治療になってくると数ヶ月待ちになることとかもあるそうです。なので多くの人は公立病院の混雑を避けるために有料の私立病院を利用します。私立病院は整備が整っていて、綺麗なところだとホテルのような外観です。待ち時間も短く快適です。受付の人の雰囲気もみんなしっかりヘアメイクをしてビシッと決めていて、空港の職員さんのような雰囲気でした。さすがはブラジル。病院の待合室にもコーヒーマシンが設置されています。ここのキャラメルラテがめっちゃ美味しかったです。ブラジルの病院は診察後にクッキーをもらえることが多くて、ここのクッキーは食べ放題でした。診察室も今からマッサージが始まるのかなっていうぐらいリラックスできる照明で寝てしまいそうでした。ただこれだけ整っていると費用はやっぱり高いので、民間の医療保険に入る人が多いです。個人で入るとだいたい9000円から4万5千円ぐらいまでと幅が広くて、 100% 医療費を負担してくれる保険だとそれだけ高額になるそうです。ちなみにブラジルの平均月収は6万円ほどなので、この保険料がいかに高いかっていうことが分かります。ただ大体の人は勤めている会社が保険に加入しているパターンが多くて、個人で契約するよりも安く保証も手厚いみたいです。平均月収の話をちょっとすると、ブラジルって平均を出すのがすごい難しい国だなと思っていて、国の面積は日本の23倍もある大きな国で、北と南の方で経済の発展の仕方とかも違うし、貧富の差もとても大きいので、平均があんまり平均にならないなっていう感じがします。ブラジルライフ。というわけで今回はブラジルの医療システムについてご紹介しました。ブラジルのいいところは何といっても無料の公立病院があるということ。保険に入っていなくても外国人でも利用 OK というのは世界的に見ても稀なシステムかなと思います。また混雑を避けたい人や質の高い医療を受けたい人は有料の私立病院を利用するという選択肢もあるということ。自分の経済状況や体調に合わせて選択肢があるのはいいのかもしれません。というわけでブラジルの病院事情、日本と比べていかがだったでしょうか。ぜひ感想をお聞かせください。またブラジルの方は今のブラジルの医療制度についてどう思っているか、ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。これからもブラジルに嫁いだミドサー日本人の目線でブラジルの面白い文化やカルチャーショック、感動したこと、日々のつぶやきなどを配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。